皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。このチャンネルは宇宙一の願望実現チャンネルとして引き寄せの法則や潜在意識、スピリチュアルといった魔法の成功法則を活用して夢や願いを軽々叶える方法をシェアしています。このチャンネルから実際に夢や願望を実現される方たくさんいらっしゃいますので、ぜひチャンネルフォロー登録してみてください。皆さん、あれって思われました？ちょっと説明させていただきますね。昨日僕目の治療を受けてきまして、全然これ命に関わることでもないし大したことないんですけれども、今ちょっと目が腫れてるんですね。それで動画を撮りたいけれども目が腫れた状態で撮るのはお見苦しいということで、このキャラクター実はデザイナーさんと一緒に作ったオリジナルのキャラなんですけれども、おりん様と言います。僕のインナーチャイルドみたいなやつでもあるんですが、ぜひ1週間くらいはですかね、この子に喋ってもらうということで動画投稿を継続したいと思います。なかなかいい感じに仕上がっているので、僕は気に入っています。どうぞこのおりん様をよろしくお願いいたします。で、思い出すのは自分が YouTube に動画投稿をし始めた頃ですね。2017年のことなんですけれども、当時は音声動画だったんですね。つまり自分の姿は映さないで声といい感じの画像で投稿していたんですけれども、当時はとにかくその動画投稿の数をスピーディーに上げたかったので編集しやすいということでそういうスタイルをとっていたんですけれども、そこから自分の姿を映した方が安心していただけるかなということもあって、翌年からは普通に動画を上げるっていうスタイルに変わりました。なので今回のこのスタイルは自分としては新しいことじゃなくて、おりん様にも登場してもらうので、ある意味でバージョンアップさせた形かなというふうに思っています。それで今日お伝えしたいことですね。これ宇宙元旦のタイミングでお伝えしておくべきことだと思うので急遽取っているんですが、なぜ今回の宇宙元旦が本当に特別で本当に時代が大きく変わるサインなのかっていうこと、そして何をすればこの実は2160年に一度のチャンスなんですけれども、このチャンスである今回の宇宙元旦以降超開運していけるのかっていうこと、2160年に一度ですからね、これを見逃さない手はないわけです。それで僕が知る限りですけれども、ここまで語っていらっしゃる方は今までいらっしゃいませんでした。なので今日も面白い話ができるんじゃないかなと思っているんですけれども、これから先今日という日を境に次のチェックポイントは実は4月の12日なんですね。お羊座の新月です。それを今日このタイミングで知るか知らないかで今日以降生きやすさががぜん変わってきますし、あとは願いだったり夢をたくさん叶えられる波に乗れるのかどうかっていうところも決まります。で、ある程度の未来予測までできていきますので、ぜひ今日の話は大切なこととして聞いていただければと思います。そうそう、昨日お伝えした今日18時37分以降の宇宙元旦の開運アクションについても、ちょっと環境的に全部やるのは難しいとか、全部できないっていう質問もコメント欄にいただいているんですが、そんなに時間帯とかはこの時間以降でしたらこだわらなくていいですし、例えば東枕なんかも、工夫次第で1日くらいはできるんじゃないかなと思いますし、あとは塩風呂もやろうと思えば、スーパーで天日塩とか海水塩を買ってホテルなんかを借りて塩風呂を作るっていうこともできると思いますし、例えば塩風呂にしなかったとしても洗面台で首の後ろに塩を盛るってこともできるとは思いますので、各々できる範囲でやってみてください。全部やらなきゃいけないっていうことではないので、ぜひ楽しんでやってみていただければと思います。はい、それで話を戻します。まず今回の宇宙元旦がなんで特別なのかっていう話をします。皆さん覚えていらっしゃると思うんですが、去年2020年の12月22日がなんか知らないけどスピリチュアル業界でめちゃくちゃ騒がれてましたよね。で、なんで騒がれていたのかっていうと、これは西洋占星術的に言うと難しいことはあまり考えないでいいので、なんとなく聞いていただければと思うんですけれども、西洋占星術的に言うと水亀座0度っていう位置で木星と土星が重なるタイミングだったからなんですね。それでこの現象はグレートコンジャンクションと呼ばれています。木星は拡大とか解放する力を象徴していて幸運の星とされています。で、対して土星っていうのは規律とか制限を象徴していて責任や義務、あとは場合によっては試練を課す星というふうに言われているんですね。で、その土星と木星っていう
全く対極的な惑星が20年に一度会合するんですけれども、要は相反する力がぶつかり合うタイミングなんですね。これがグレートコンジャンクションです。それでこのグレートコンジャンクションが起きるタイミングでは20年ごとに世界の至るところで衝突や崩壊があって、その後解放とか再建設へと進んできた歴史があります。政治とか経済シーンでも従来のシステムが変革を余儀なくされる時期でもあるんですね。じゃあそれは20年ごとに起きているんじゃないかって思われるかもしれないですけれども、これ実は違うんですよ。過去200年を見てみると、今までは水亀座といった風のエネルギーを象徴する位置ではなく、お牛座、乙女座、ヤギ座といった土のエネルギーを象徴する位置で起きてきたんですね。それが今回は水亀座といった風のエネルギーを象徴する位置でこのグレートコンジャンクションが起きたので、これはきっと大きな変革が前後で起きるに違いないと、これは前々から言われていたんですね。それでこの2020年12月のグレートコンジャンクションはさらに何が特別だったのかっていうと、これね、びっくりしますよ。僕も知ってびっくりしたんですけれども、約2000年前まで遡っていただいて、イエス・キリストの誕生の時に占星術師たちが救世主の誕生を知った星なんです。それと全く同じ星。ベツレヘムの星と呼ばれているものなんですけれども、イエス・キリストの誕生とそのキリスト教の普及っていうのも人類にとっては大きな変革の一つだったわけですけれども、その誕生を予知したのがこの木星と土星のグレートコンジャンクションだったということなんですね。そして春分点、またこの春分点の説明をすると話がまた長くなるんでちょっと割愛しますけれども、そのイエス・キリストの時代は春分点が魚座だったんですね。要は水亀座ではなかったということです。というより、その時代から去年の12月までは春分点がずっと魚座だったんですね。なので2020年前は春分点が魚座だっていうそういう環境の中でグレートコンジャンクションが起きて、それがイエス・キリストの誕生と関わっているということです。でもじゃあ今回はどうかっていうと、同じグレートコンジャンクションなんですが環境が違うんですね。それは2160年ぶりに去年12月に春分点が水亀座に変わっているっていう点なんですね。これは水亀座に変わったっていうことが2160年ぶりなんで歴史的なことなんです。でこのグレートコンジャンクションは2020年12月に水亀座で起きましたけれども、じゃあ過去の200年間っていうのはどうだったかっていうと、200年間はずっと基本的には地の星座、土のエネルギーの環境の中で全部起きてきたっていうことなんですね。だから土の時代から風の時代に変わったっていうふうに言われてるってことです。で土の時代は皆さん通ってきたのでお分かりだと思うんですけれども、過去200年、特に金銭とか物質とか権威といった触れられるものや目に見えるもの、あとはどちらかというと固いイメージのものが重んじられてきました。規律とかルールとかそういったものもそうですよね。で風の時代は知性やコミュニケーションや個人や情報や精神性といった目に見えないもの、触れられないものが重視されると言われています。それで今日はその上での水亀座での宇宙元旦だということで、地球は明らかに新しい時代へシフトしていきます。なので占星術をやっている人たちの間ではこれはもう前々から分かっていたことで、これから新しい世界の指導者の出現があるとか、あとは人類史の大きな進化が起きるだろうと騒がれているわけです。難しいことは置いておいて、とにかくこれだけ歴史的なすごい変革のサインが出ているっていうことなんですね。怪しいと思われる方はぜひ事実ベースにも目を向けていただきたいんですけれども、もうすでにウイルスの蔓延で今まで人類が経験したことのない質の変革が起きていますよね。このことをネガティブなことと捉えるのか、それともポジティブな変化を見出すのかは、それこそ今までどれくらい心のこととか解釈の練習をしてきたかによると思うんですけれども、ネガティブにしろポジティブにしろ大きな変革が目の前でもうすでに起きていて、2020年以前の世界にはもう戻りようがないだろうということは、素直にありのままの事実を見られる人であれば認めざるを得ないと思うんですね。それでここから先なんですけれども、さっきも言った通り、次は4月12日、お羊座の新月のタイミングです。でこのタイミングは物事のスタート中のスタートになります。なんですけれども、物事のスタートになるっていうことは、それまでに世界的に見ても個人レベルで言っても大きな断捨離のタイミングになるっていうことなんですね。
で、なぜそれが言えるのかっていうと、物事をスタートさせるにはある程度軽い状態になっておかないといけないからなんですね。重い荷物を抱えては新しいこともスタートできないですよね。ということで結論。今日この宇宙元旦が明けて、明日からは断捨離がテーマになります。結論から言うと、まずは4月12日までにやっておきたいこととしては、断捨離。で、これは場所の断捨離、人間関係の断捨離、物の断捨離、感情の断捨離。例えばですけれども、今いる環境がもうなんだかしっくりこないという場合、4月12日の新月までに引っ越しをするのでもいいですし、関係を切る。関係を切るっていうとなんか攻撃的に聞こえちゃうかもしれないですけれども、そういうニュアンスじゃなくて、過去を否定するんじゃなくて、ちゃんと今までの人生に感謝して、前向きに新しい時代にフィットした生活スタイルにするために人間関係も整理するっていうことです。そして必要のないものも断捨離するってことですね。もうときめかないものを断捨離していく。で、感情の断捨離っていうのは、今まで僕何年もプログラムでこれをお伝えしてきていることなんで、手放しのメソッドをやってみたり、あとは感情を紙に書けるだけ書いて捨ててみたりだとか、もうそういうことをやっていくと不要なエネルギーを断捨離できるのでおすすめです。それでもう一つ知っておいていただきたいのが、これから4月12日にかけて不安定な心の状態になる人や、社会的に何らかの大きな変化があって、それに心がついていけなくなってしまうことがあるかもしれません。でもそれで必要以上に不安にならないっていうことなんですね。何か不安になるようなことがあったり、もうダメだって感じになってしまった時に思い出していただきたいのが、今は本当に変革のタイミングで、4月12日の新しい新鮮なエネルギーに行くまでに生み出しが起きやすい時期なので、これはあくまで一時的なことなんだっていうことです。これを忘れないでいただきたいんですね。なので、ちょっと嫌なことがあったり、不安になるようなことがあったとしても、それはもっともっと良くなっていくための前振りみたいなもので、今自分は次の時代に向けて不必要な物事を手放せっていうサインなんだなと、そう気づいていただきたいんですね。そうすればきっと不安になりすぎず、人生に絶望することもなく、次の軽やかな時代にシフトしていけます。僕も皆さんの心がほっとするような、そして勇気が出るような情報発信を心がけていきますので、今後ともこのおりん様ともどもよろしくお願いいたします。もしよろしければ、今日は宇宙元旦当日ですので、昨日お伝えした通り、これから1年の抱負をコメント欄に書き込んでみてください。ここは宇宙一波動の高い願望実現チャンネルです。お互いの抱負、夢や願いを最高のコメント欄に書き込んで、応援し合ってみんなで良くなっていきましょう。はい、ということで今日も話していてとっても楽しかったです。皆さんいつもありがとうございます。あなたの大成功をお祈りしています。